皆さんこんにちは。ゾイジャパンのポッドキャストへようこそ。このポッドキャストシリーズは、人身取引の問題に取り組むゾイジャパンが配信しています。本日のエピソードはスペシャルゲストの斉藤昭義さんを、お招きしています。斉藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まず、簡単な、斉藤さんのプロフィールを、紹介させていただきたいと思います。斉藤さんは精神保健福祉社会福祉士であり、国内最大規模と言われる依存症施設である榎本クリニックにて長年さまざまな依存症の問題に携わっておられ、現在は、昨年10月に開院されました西川口榎本クリニックの副院長を務めておられます。そんな、斉藤さんの長年の加害者臨床の現場や、経験について今日は詳しくインタビューさせていただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゾイジャパンはですね、人身取引の問題に取り組んでいると言いましたけれども、性的搾取やそして性暴力の被害に遭った18歳未満の子どもの支援とか、こういった問題に対して啓発活動をしている団体ですので、もちろんさまざまな依存症の問題、性加害の問題ってあると思うんですけれども、その中でも小児性愛障害、児童を取り巻く性加害ですね、こういったところにちょっと話を絞って今日はお聞きしたいと思っています。まず最初の質問なんですけれども、この小児性愛障害というのは、どういったものなんでしょうか。はい、当院にはさまざまな性加害性盗作の相談があるんですが、その中の一つに、13歳未満の、子どもを性の対象として、見てしまう、そういう思考を持った、方で、かつ、その加害経験のある当事者の受診があります。具体的には診断基準を詳しく言うとかなり細かくなるんですが、例えば、いくつか紹介すると、少なくとも、6ヶ月間にわたってその思春期前の子どもに対して持続的な、性的な興奮をもたらす空想であったりとか、またその性的な衝動、そして、そのような、例えば性的な行動が反復する、こういう特徴を持ってます。で、この中でいう行動っていうのは児童ポルノ等にアクセスするだけではなくて、実際にその13歳未満の、子どもに対して性加害をするという特徴も含まれているので、こういったケースの場合は、かなり深刻な、犯罪になることがあります。そういった小児性愛障害を抱える方々の治療や加害者臨床に携わってこられたということなんですけれども、どれぐらいの年月、そして治療された方の人数ってトータルどれぐらいなんでしょうか。はい、ちょうどこのプログラムを始めたのが平成18年の5月12日から始まってますので、今年で19年目です。来年でちょうど20年になります。当時は全く社会内で性犯罪のこの再犯防止をするというような施設とかプログラムはありませんでした。そんな中で始まり、私も立ち上げ当初はいや本当にその性加害をした人が自らクリニックに来てその再犯防止のプログラムを受ける、そんなニーズがあるんだろうかと思ってたんですが、でもかなり必要に迫られて始めた部分はあります。で、なんと昨年の12月末までに、子ども性加害の問題も含めたその性加害の人の、受診者数が3000名を、超えて、で実は私はもう全ての、患者さんに会ってるので、そういう意味では私もその3000人の方々からヒアリングしたことが、私の臨床の軸になっています。そうですか。子供に対して、性的衝動とか、恋愛対象として見るっていうことが、普通に考えるとちょっと恐ろしいことというか考えがたいことなんですけれども、それだけたくさんの方々が、治療につながった方だけで300人おられるということで、本当に私たちが想像する以上に大きな問題なのかなと思うんですけれども、子供を性的対象に見るという子供といっても、すごく広い、範囲だと思うんですけれども、大体
どれぐらいの年齢の子どもとか、性別で言えばどういったプロフィールの子どもたちが狙われやすいんでしょうか？はい、これもあくまでも当クリニックで調査した約その300名程度の受診者のデータにはなりますが、彼らが主にターゲットに層にする児童というのは小1から小3の、小学校1年生から小学校3年生、つまり、7歳から10歳ぐらいの、児童を対象にすることが一番多いです。仮に男女比にすると7対3ぐらいで女児が多いというふうにデータ上はあるんですが、ただこの加害者の中には男の子も女の子も対象にしているというケースもあります。そして私被害の相談とか被害の対応をすることもあるんですが、男の子の方がやはり女の子よりも、それが実際にされた行為が性暴力であるという認識がなかなかできないケースがあります。例えばズボンを下ろされて、スマホで写真を撮られるという行為、これもれっきとした性暴力ですけども、男の子の話を聞いてるとそういう遊びをするおじちゃんがいたぐらいの捉え方をしていて、あまり深刻に捉えてないケースがあるので、先ほど実感としては7対3という話をしましたが、私もうちょっと臨床的な感覚では被害に遭っている男の子の割合はもう少し高いんじゃないかなという実感を持っています。なるほど。自分が被害に遭っているってことを正しく認識できたら、そうですね、相談につながることができますもんね。はい、そして親にもカミングアウトできますので。そうですよね。そういった子どもたちがいるということですけれども、例えば加害者の方は子どもの見た目とか雰囲気とかそういうので狙われやすいっていう子どもの要素とかってあるんですかね？これ私もその当初はどういう外見上の特徴があるのかっていうのはすごく興味があったんです。でじゃあ例えばスカートの子なのかとか、ズボンの子なのかとか、いろいろヒアリングしていったんですが、もちろんこれはおそらく外見だけではなかなか判断がつきづらいです。で彼らはその熟練されたその嗅覚で、つまりその手なずけやすい子供を選んでいきます。これは本当にターゲットを絞って選ぶ場合もあれば、不特定多数の児童に複数声をかけたり、例えばオンラインであれば複数の児童にメッセージを送る中で、連れた子を対象にしていくというケースがあるので、そういう意味では私の中での結論としては見た目もしくは容姿ですよね。それよりも加害が実際に達成しやすいターゲット、ここが一つ重要な基準であって、しかも見つからない、逮捕されないというのが大事なので、それを口止めしやすそうとかですね、2人だけの秘密にできそうとか、でこういうところを重要視しているのが加害者の見ている世界なので、ここが非常に重要な特徴かなと思います。いかにグルーミングしやすい人間関係があって環境、状況が揃っているかっていうそういうことですよね。そうですね。もうなんて言うんでしょうね。先ほどグルーミングという言葉も出ましたが、かなり直感的に選んでいるっていうのもありますし、あとはやはりその環境的な要因が非常に重要なので、加害行為をしてもこの場所であればある程度の時間はバレないだろうとか、そしてそこにターゲットとなる児童がいるということ、こういうところの要素が揃えば、容易に加害に及ぶんではないかと考えてます。例えば知り合いとかではない場合、加害者の人は子どもにどういう話しかけ方とかをまず最初にするんでしょうかね。例えば下校時の児童を狙うような、そういうタイプの、加害者がいたとしたら、後ろから児童の後をつけながら、人通りの少ない場所に差し掛かった時に、例えば服にですね何か虫がついてるよとか、ゴミがついてるよとかっていう声をかけながら、こう言われると児童の関心はその服の中に入ったよくわからない虫
が怖いというふうに注意が向きますので、でそれを、服の中に手を入れて虫を取るふりをして、性的な接触を試みるということです。だからやられた側の子供としては、虫を善意で取ってくれた、いい人、でもなんか体を触られた同時にという、感覚が残って、おそらく、それが子供からすると性被害なんだという認識はおそらくないのかなと。この時点で加害者にとっては加害行為が成功したことになります。そういう一歩を踏みながら子供の反応を見たりしながらグルーミングできそうかとかところも判断していくのかなと思いますけれども、ちょっとざっくりとした質問にはなってしまうんですけれども、そもそも子供を性暴力の対象として見てしまう根本的な原因っていったものはあったりすると思いますか？これはですね、いわゆるその小児性愛障害の診断のガイドラインの中にも書いてるんですが、基本的には13歳未満の子どもだけをターゲットにするいわゆる純粋型という人と、そして13歳以上の子どももしくは成人の対象、そして13歳未満の子どもも対象にする混合タイプの2つに分かれます。で、この純粋タイプの方がクリニックの調査では圧倒的に少なくて、全体の1割。そうです。そうですね。で混合タイプの方が圧倒的に多く、全体の9割を占めているというデータがあります。で、彼らは基本的にそのターゲットとしては、子供なので、小さくて、弱い対象というのを選んでいきますので、そういう存在が性暴力のターゲットになりやすいですし、彼らはその自分の性加害をその独特な認知の歪み、いわゆる思考の偏りで、自分の加害行為を正当化するような、考え方のパターンを持っています。例えばこの、子供との性的な接触は、純愛なんだから、これは僕と君にしか理解できない世界なんだから、誰にも言っちゃいけないよ。でこれは現場では純愛幻想と言われています。あとは、子供のことを可愛いと言うんですけども、その可愛いというのは、あくまでも、子供に対して性趣向を持つ人の可愛いではなくて、どちらかというと、支配しやすい、もしくは自分に危害を加えない、こんな保証がその可愛いという意味の中には含まれています。だから彼らは子供を可愛いというふうに表現したりしますし、その他にもいろんなパターンの認知の歪みがあって、私はそれを現場で彼らから聞くんですが、本当に毎回驚かされる、ことが多くて、例えば先日、ある、加害当事者に、その被害者の子供一人一人のことをちゃんと思い出して、その時の加害行為の内容についてちゃんと明確化するというセッションをしてたんです。でもその加害当事者は私にこんなことを言いました。先生は、パン食べた枚数覚えてるんですかって彼は言ったんですよね。彼からすると毎日朝食べるようなパンと同じような感覚で、確かに私も今まで人生の中で食べたパンの枚数は覚えてないので、こういう彼らは加害行為に対して認識をしてるんだっていうふうに、ちょっと驚愕した認知の歪みもありましたね。衝撃ですね。本当に自分よりも弱くて小さくてっていう子供という存在を、だから守るっていう思考ではなくって、だから支配できるっていうその考え方になるんだっていうのがすごく、衝撃的ですけれども、先ほど認知の歪みっていう言葉が出ましたが、この小児性愛障害の問題を語る上で、ちょっと避けて通れないトピックっていうのが、C 様、いわゆる児童ポルノのコンテンツの問題ですけれども、これは本当に国内だけではなくて国際社会からもう何十年も指摘されて
こう、議論されてきたことだと思うんですけれども、斉藤さんの現場での経験からですね、こういった児童ポルノコンテンツ、シーサムコンテンツって今は言いますけれども、こういったものがどのように加害者にもまた被害者にも影響を及ぼしていると思いますか？はい、子ども性加害者のこの臨床の中では、この児童ポルノの問題はしょっちゅう議論の中で出てきます。で、当院に来るケースは、過去に子ども性加害歴があり、かつ小児性愛障害の診断がついたケースが来ます。で、実際に現場の中で出てくる児童ポルノには、大きく分けて3種類あります。で、一つは一次元の児童ポルノで、これはいわゆる小説ですね。子供を性加害する小説がありますので、これが一次元です。で、二次元の児童ポルノは、いわゆる創作物、漫画とかアニメとか、でここにはセックスドールも入ってきますね。子供の、児童型のセックスドールも入ってきます。で、おそらく今非常に問題になっている生成 AI が作り出す児童ポルノも、この二次元コンテンツに入ってくると思います。で、そして日本で法規制されている3次元は、これがいわゆる実在する児童ポルノになります。で、このような3つのカテゴリーの児童ポルノについて、臨床の中では様々な話題が出てくるんですが、私の臨床的な実感として、過去子ども性加害歴があり、かつ小児性愛障害の診断がついた、対象の人に関して児童ポルノというのは、使用しないというルールがあります。で、これはなぜかというと、これを使用して自慰行為することは実在の児童への加害のトリガーになるからですので、これは明確にプログラムの中でルールとして決まっています。なるほど。つまり関わってこられた加害者の方、加害者の人たちは、そういったアニメとか漫画とかも含めたシーサム第1次、2次、3次のありましたけれども、もうそういったものを日常的に見ていた中で最終的に加害行為に及んだっていうことですかね。はい。ここも非常に難しい、センシティブな問題で、クリニックでは小児性愛障害という診断をつけるんですね。で、よくその小児性愛障害に至る原因というか、病院は何なんだろうかというような、議論はあるんですけども、もちろんこの児童ポルノ、1次元から3次元の、児童ポルノを、ずっと消費しながら、自慰行為を繰り返したり、子供を性の対象として消費していいという、認知の歪みを形成していくプロセスというのは、これは一つ小児性愛障害の要因にはなると思います。ただ、これが特定の原因かというと、実は彼らも様々な小児期逆境体験とか、貧困の問題とか、学校でのいじめとか、かなり複数のいろんな被害的な、過去被害者だった要因もたくさんあるんですよね。ですからそういった複合的な要因が、複雑に絡み合って、実際に性加害に及んだり、いわゆる小児性愛障害の診断がつくような状況になっているので、有害ではあるというふうに言えますが、それが直接的な原因かというと、まだまだ研究が必要な部分かなと思います。なるほど。要因と、それが全ての要因とは言い切れないけれども、確実にトリガーの一つになってしまっている、ということですね。たとえ実際に存在しない子供だったとしても、児童っていう対象が性暴力の対象として描かれているコンテンツを繰り返し、しかも日常的に何日も毎日見ていたら、そういった子供イコール性的搾取の対象っていう、本来あってはいけない、認識間違った認識を、体と脳が学習してしまうんじゃないかなっていうふうに、私たちゾエジャパンでもすごい懸念している問題なんですよね。それだけ多くの、先ほどおっしゃっていた実在の児童が映っている児童ポルノは日本で違法ですけれども、それが簡単に見れるようなアクセス状況というか、コンテンツが溢れ返っていったりするんでしょうか。児童ポルノを使った自慰行為は、プログラムに取り組んでいる以上は、避けないといけないんですが、やっぱりそこにまたアクセスしてしまう人はいらっしゃるんですよね。で、そういう方から聞いてると、やはり未だに日本はそのネット上にあふれてる、児童のポルノのコンテンツっていうのは、非常にたくさんあって、
普通にアクセスできるし、で実際にそういう児童ポルノを共有している、会員制のサイトがあったりとか、SNS の中で共有されていたりとか、で実際に今 X ですけど X の中で、そういう子どもの性器が露出したような画像が見れたりとか、要は容易にアクセスできる環境がスマートフォン1台あれば揃ってるので、それを基本的には避けながらプログラムには取り組んではいますけども、アルコール依存症の人が、日本でコンビニでお酒がすぐアクセスできるのと同じように、こういう性の加害の問題に取り組んでいる人たちも、簡単にアクセスできる状況にあるので、その中でどうやめ続けるかというのが治療の中では重要になってます。そうですね、こういった現状がある中で、子どもを取り巻く性犯罪の今の現状ですよね。これを踏まえて子どもを持つ親とか子どもと関わる仕事をされている方々とか、私たち大人の認識とか対策っていうのは今の状態で十分と言えると思いますか？いや、もちろん十分ではないです。昨年日本版 DBS の法案が成立し、2年後から始まりますけども、まだまだその子どもを取り巻く環境というのは非常に危険な状況が私はあると思っていますし、実際に子どもは全ての大人から守られる存在だと思います。でもその守る側の大人も正しい認識を持っているかというと、ここもまだまだ啓発不足だと私は思っています。例えばそうですね、一例を挙げると、私はこの約300名の子ども性加害経験があり、かつ小児性愛障害の診断がついている人たちの、いわゆるどんなふうにこの世界を見てるんだろうかっていうのを常に聞いてきてるわけです。で、彼らのその視点というのは非常によく研究されていて、例えば、彼らが小学校1年から3年ぐらいの児童を狙うというふうに、先ほど言いましたが、例えば男の子なんかだとこの年代になると、幼稚園までお母さんと一緒に女子トイレに行っていたのが、嫌がるようになってきますね。でこれはもう成長の過程で、僕はジェンダーが男だから、男子トイレ行くっていうのは、これは別に普通のことなんですが、そうやってお母さんから子供が離れていくであろうタイミングをよく知ってるんですよね。でそこを狙って大型ショッピングモールとか公園のトイレで加害を行ったりするケースももちろんありますし、あとですね、男の子を特に対象にする加害者は、本当は女の子をターゲットにしたい加害者が結構いるんです。ただ女の子だと声を上げられやすい、もしくは女の子の方がより家庭の中で、例えばこういう時はちゃんと SOS を出さないといけないとか、ブザーを鳴らさないといけないとか、大声出しなさいとか、比較的女の子の方が親からよく教育されていて、男の子は今でも明るく元気にみたいなところの教育が中心だと思うんです。でそうなった時に、彼らからすると男の子の方が手なずけやすいんですよね。例えばズボンを脱いでって言っても、小学校とか幼稚園の男の子なんか遊びの中でズボンを脱ぐ行為やったりする男の子いると思うんですね。お互いにパンツずらしたりとかもねしますし、で例えば性器を比べ合ったりって発達段階の中で男の子がする行為の一つだと思うんですが、そこを実は彼ら逆手にとってズボンを脱がせやすいのは男の子である。イコールじゃあズボンを脱いでもらって写真を撮る。でそれをまたネタに脅す。そしてまた加害をエスカレートさせる。でこんな風にグルーミングを進化させていくので、彼らは非常にそういう意味では子どものことをよく調べているので、だからこそその子どもを被害から防ぐには、それを取り巻く大人が、私は加害者のことをしっかりと研究する必要があるのかなと。どういうところで彼らは加害をしやすいのか、どういう場所、どういう環境、どういう時間帯、どういう状況が危ないのか。でこれは私も小学校の時に夏休み前によく学校の先生から
危ない人、怪しい人にはついていかないようにって、夏になるとそういう人が出るかもしれないからってでなんか写真を見せられる記憶があったんです、はい、帽子をかぶりサングラスをしマスクをし夏なのにコートを着てるみたいな写真を見せられてありますね、イラストとかでねで私は子供の時にこんな人いるんだと思ってました、ただ私この現場臨床の現場に出て、つまり加害者を見た目で判断するってまず無理なんです、で彼らはなるべく自分の性思考を隠して生きてますから、はい、しかも彼らは普段は透明人間なんです、景色に溶け込んでるのでわからないです、なので実は怪しい人についていかないようにってアドバイスは、何の根拠もないアドバイスなんですそもそも怪しい人ってどういう人って感じですよね。そもそも怪しい人だと逮捕されるリスクが高いので、そうですね、彼らはとにかくその景色に溶け込むことが大事なので、怪しくないです。なのでじゃあどこを視点で見ればいいかというとやはり環境なんです。どういう環境で彼らは加害をしようと思っているのか、でこれを、犯罪学では犯罪機会論と呼んでます。機会っていうのはチャンスの機会ですね、つまり彼らが加害を行いやすい環境って一体どういうところなんだろうって、これ基本的には入りやすくて見えにくい場所ってよく言われるんです、これ一番典型例はトイレですね。彼らはこの入りやすくて見えにくい場所で加害を行うので、例えばこういう知識だけでも子供とですね通学路でここは危ないんじゃないかとか一緒に確認しながら共有するだけでも少しちょっと違ってくるのかなと私は思います。そうですね、例えばトイレにいた時の声かけとかね、何かいつもと違うサインがあったらすぐ親が助けに行けるようにってね、本当に女の子には子育て中の方々と話したりするとすごく注意して普段から気をつけるようにって言ってるんですけど、男の子だと大丈夫でしょみたいな感覚がありますよね。でもやっぱり男の子にも女の子にも両方やっぱしっかり何が性被害で何が遊びなのか、いい触れ合いなのかっていうのをしっかり普段から教えてあげたり、親とするハグとか握手とかはいい触れ合いだけれども、良くない触れ合いもある、プライベートゾーンを守るっていったこともやっぱり大人の私たちが普段から教えてあげないと何か変なことが起きた時にすぐね大人に助けを求めることが難しいと思うので、そういった認識を持つ必要があるんだなというふうに思いました。リスナーの皆さん、今回のエピソードはですねここまでにしたいと思います。次回後半の部分で、詳しくどのような人物が、加害行為をしてしまうのか、そして子どもたち自身が陥ってしまう性依存の問題について、また、子どもたちを被害者にも加害者にもさせないような対策、そういったところを詳しくまたお聞きしていきたいと思います。斉藤さんありがとうございました。ありがとうございました。リスナーの皆様、このポッドキャストをできるだけですね多くの方々にシェアして情報共有してください。内容的にはすごく重くて消化するのが難しいトピックかもしれませんけれども、子どもたちを守るためには、必ず知っておく必要のあることだと思います。またゾエジャパンについてさらに知りたい方はウェブサイト、私たちのウェブサイトゾエジャパンを検索してください。被害の相談も受け付けています。それではまた次回お会いしましょう。